本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日はコメント欄で何度か質問されたありますかとありませんかの違いについてお話しします。この違いについては教科書は普通教えません。結論から言うと、どちらでもいい場合と使い分けた方がいい場合があります。そしてもし使い分けなければ相手を不愉快にさせてしまうかもしれません。2つのニュアンスの違いをつかむためにもぜひ最後までご覧ください。さて、今相手を不愉快にさせてしまう可能性があると言いましたが、実際にあった例について考えてみましょう。あるバイトの学生が店長に「店長、何かやることはありますか?」と尋ねました。それを聞いて店長はどんな反応をしたと思いますか？あるに決まってるだろと店長は怒ってしまいました。どうしてだと思いますか？ありますかという言葉には単純にあるかないかわからないのでただ尋ねるという意味があります。でももう一つ、なければいいなぁと期待したり、ないことを予測したりするニュアンスもあるんですね。ありますかではなくて、ありませんかというと、少しあるっていうことを期待したり予測したりする意味合いになるんです。このアルバイトの人にとってお店でやる仕事はたくさんあるはずですよね。ですからやることはありますかよりもありませんかと言うべきだったんですね。これならきっと仕事があるだろうという予測とか、できることがあるならぜひやらせてほしいっていう希望を表すことができますね。では問題です。レストランで食事をしているうちにビールが飲みたくなってきました。ビールがあるならぜひビールを飲みたいのですが、お店にビールがあるかどうか分かりません。この時あなたは店員さんに何と言いますか？すみません、ビールはありませんかですね。これならビールがあることを期待していることや、もしあるなら注文したいっていう気持ちを表すことができます。ただこの時、もちろんビールはありますかと言っても全然間違いではありません。多分ありますかと言っても店員さんはビールを持ってきてくれると思います。でもありませんかと比べると、ビールを注文したいっていう希望や期待度はちょっと低くなるかもしれませんね。ですからお店で注文するときには実際両方使うことができるっていうことを覚えておきましょう。では次の問題です。あなたはお医者さんです。ある患者さんを診察してもう30分も経ちました。どのように治療するか、どのような薬を飲めばいいかについてももう話し終えました。もうすぐ次の患者さんの予約の時間です。あなたは最後に患者さんに質問があるかどうか聞きます。どのように聞けばいいですか？何か質問はありますかですね。ありますかと肯定形を使うことによって質問がないことを予測したり期待したりしていることを表せます。何か質問はありますか？はい、なければ今日の診察はこれで終わりです。ではお大事にと言って別れを告げることができますね。じゃあ別の問題です。今あなたは会社で会議の司会を務めています。あなたはある議題について賛成派と反対派の意見を聞きたいと思っています。でも誰も何も意見を言いません。こんな時あなたは何と言いますか？何か意見はありませんかですね。
いろいろな意見が出てきた方がいいので、ありませんかと尋ねることによって意見があることを歓迎しているっていうことを表すことができます。ところでこれまでありますかとありませんかについてだけ考えてきましたが、実は同じことが無意詞動詞の文に当てはまるんです。無意詞動詞というのは、雨が降るの降るや転ぶなど、人の意思でコントロールできないことや、聞こえる、見える、できるなどの可能表現が含まれます。例えば、皆さんは買い物をするときに値切ったことがありますか？そういうときには、すみません、もう少し安くなりませんか？とか、もう少し安くできませんか？のように否定形を使うのが普通ですね。このように何々ませんかということによって安くしてほしいっていう期待や希望を表すことができます。もし安くなりますか？安くできますか？と肯定形を使うなら、期待とか希望はあまり伝わらないかもしれませんね。ただ、安くなるかどうかの可能性を尋ねているだけになりますね。はい、わかりましたか？今日はありますかとありませんかの微妙な違いについて考えました。ところで、この動詞の部分を意思動詞にするとどうなると思いますか？意思動詞というのは、食べる、飲む、歩くなど、人の意思でコントロールできる動詞が含まれます。例えば、映画を見に行きませんかと否定の疑問文にすると、ぜひ一緒に映画を見に行きましょうと誘う意味になりますよね。文法用語ではこれを勧誘と言います。でも、もしただ映画を見に行きますかと肯定の疑問文で言ってしまうと、ただ行くか行かないかどちらですか？私にとってはどちらでもいいですよという意味になってしまいます。つまり勧誘の意味はなくなります。このことも少し参考にしてみてください。今日の動画が何かのお役に立てたなら嬉しいです。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。